はい、こんにちは。宮尾健二です。今日は愛車 CBR250R の紹介動画になります。YouTube 始めたての頃にも紹介動画を上げているんですが、あれから少しずつカスタムというほどのものでもないかもしれませんが、いじってきましたので、今日は改めて紹介させていただきたいと思います。本日紹介するのはこちらの CBR250R MC41 の後期型になります。いわゆるレプソルカラーのモデルなんですけれども、これは2014年4月から同年6月までの受注期間限定モデルだったらしいんですが、2015年モデルと呼ぶ場合もあるみたいで、2014年モデルなのか、2015年モデルなのか、どちらが正解なのか、このあたりちょっとよくわからないんですが、詳しくご存知の方がいたら教えてください。最高出力、最大トルクについてですが、エンジンは単気筒の水冷 DOHC で、最高出力29馬力、最大トルク23ニュートンメートルとなっています。前期型は最高出力が27馬力ですので、後期型になって2馬力ほどアップしていますね。馬力についてはこの後に出た MC51 型の CBR250RR が2022年5月現在発売モデルで41馬力ありますので、スペックだけ見ているとかなり見劣りしてしまうんですが、一般道を走る分には必要にして十分なパワーだと思います。実際走っていてパワー不足を感じるということはないですし、きっちり上まで回せば下道では使い切れない十分以上のパワーがあります。もちろん大型バイクのように、低回転からトルクモリモリというわけではないですし、乱暴にアクセル開けたらですね、吹っ飛んでしまうような、そんな暴力的な加速は味わえませんけれども、逆にアクセルを開けてですね、エンジンを回して走る楽しみが味わえると思います。同じ 250cc でも最新の CBR250RR MC51 に比べてもパワーは控えめですが、 250cc の単気筒エンジンだけあって燃費はとてもいいです。カタログ値でも WMTC モードでリッター 32.1 キロとなっていますが、実際に乗ってみても普通に乗っている分にはリッター30キロは走りますし、回し気味に乗っても20キロ後半くらいは走ります。趣味のバイクで燃費なんか気にしてもと昔は思っていましたが、最近はそうも言ってられないぐらいガソリン価格が高騰してますし、しかもしばらくこの状況は続きそうですので、これは助かります。タンク容量は13リッター入りますので、リッター30キロ走るとして1回の給油でだいたい390キロくらい走れる計算ですね。単気筒エンジンというと振動が多いイメージですが、ドコドコするようないわゆるいかにも単気筒エンジンの振動といったような感覚の振動はないです。もちろん全く振動がないわけではないですし、4発エンジンのような振動幅が小さいというか細かい振動というのとは異なりますが、それでも単気筒エンジンとは思えないくらい滑らかに回るエンジンで振動は少ないです。エンジン音といいますか、マフラーの音についてはこんな感じです。カメラの内蔵マイクなのであまり音質は良くないんですけれども、いかがでしょうか。ちなみにマフラーは純正ではなくて森脇のフル液なんですけれども、認定マフラーの割にはですね、結構勇ましい音が出ます。好みは分かれるかと思いますが、正直に言うと僕は4気筒サウンドが好きだったので、最初はこの見た目でですね、単気筒の音というのが違和感がありました。最近ではさすがに慣れてきましたけども、皆さんはどう感じますでしょうか。スタイリングとしてはフルカウルなのですが、実は乗車姿勢もそんなに前傾ではないですし、車重も軽いので気楽に乗れるスーパースポーツ風バイクといったところでしょうか。そういう言い方をするとなんかちょっと悪く言っているように聞こえてしまうかもしれませんが、普段から気楽に楽しめるというのはバイクを楽しむ上で大きな要素の一つだと思います。
例えば駐車場の状況など環境にもよるかと思いますが、大型バイクは乗り出すまでがなかなかめんどくさかったりしますけれども、このバイクは車重164キロと非常に軽く、乗車姿勢も楽なので、まさに下駄感覚で普段使いすることができます。デザイン的には最近のエッジが立った鋭いイメージのデザインではないですし、残念ながら高級感もないですが、今となっては少し丸みを帯びたこの感じも個人的には気に入っています。ただ前から見るとですね、ちょっと目と言いますか、ヘッドライトが大きすぎるように思うので、この辺りはもう少しシャープにシュッとしていると良かったのになと思います。灯火類は純正では全て電球なんですが、こちらの車両はウインカーとテールランプは LED 化しています。ウインカーは MC51 用の LED ウインカーを流用しています。テールランプはポッシュのクリアタイプのものに取り替えています。フロントもこのように LED ウインカーに変更しているんですが、実はこれは MC51 のリアウインカーを流用してフロントにつけています。詳しくは LED 化した時の動画や他のカスタム動画も概要欄に URL 貼っておきますので、よろしければご覧ください。実際にまたがってみるとこんな感じですね。前傾はそんなにきつくないです。腕にも余裕があって伏せる体勢から上体を起こした体勢まで状況によって結構自由が利きます。なので少し長めのツーリングでも比較的容易にこなせると思います。ただ僕はですね、最近首の痛みがひどくて少しでも前傾していると前を見るのが辛いんですが、それは個人的な話でして、通常でしたらセパハンとしては楽なポジションになるかと思います。足つきについてですが、このバイクは FX のローダウンリンクとショートサイドスタンドを取り付けています。シートも裏抜き加工してますので、合わせて結構ローダウンされているので参考にはならないかもしれませんが、一応こんな感じで乗れてます。もともとシート高は 780mm と足つきの良いバイクなんですけれども、僕は残念ながら手足短めなので、さらに気楽に乗れるようにいじってみました。ちなみにシートに座って足をまっすぐに下ろしたところにステップがあるので、ちょっと前に出さないと足がステップに当たってしまいます。最近のバイクではシフトインジケーターが最初から装備されていますが、このバイクにはありません。なくても運転に支障はないんですけど、たまに幻の7速に入れようとしてしまう時があるので、後付けでつけてみました。クラッチをつないだ状態でないと正確なギアポジションを表示できなくて、クラッチを切った時には表示がおかしくなるんですが、少なくとも幻の7速に入れようと頑張ってしまうことはなくなりました。なくても支障はないんですけど、あると非常に便利というか助かるというか、そんなパーツです。スマホのマウントはデートナのマルチバーホルダーをステムマウントキットで固定して、そこにクワッドロックをかまして使用しています。クワッドロックのマウントはすっきりした見た目なので、スマホをつけていない時も邪魔にならないところが気に入っています。あとは定番ですが、木島のヘルメットホルダーですね。これがないと結構出先で不便ですからね。バイクを購入したら毎回これを買ってつけているような気がします。ここのところバイク人気が復活しているのはいいことなんですけれども、新しく出るバイクの価格は高くなっていく傾向ですし、中古相場も相変わらず高止まりしています。そんな中、この CBR250R MC41 の後期型については変なプレミアもついてなくて、オーナーとしては嬉しいのか悲しいのか分かりませんが、高騰する中古バイク相場において非常にコスパの高いお買い得バイクなのではないかなと思います。前期型に至ってはかなりリーズナブルな金額で出ているようですね。一見パワーも低くて初心者向けと思われてしまいますが、ドリームカップというワンメイクレースも開催されていて、レースベース車両も出ているぐらいなので、非常に優秀で楽しめるいいバイクなのではないでしょうか。また軽くてですね、取り回しもしやすいですから、金額的にも体力的にも気兼ねなく楽しめる、そんな CBR250R の紹介でした。それでは本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とコメント、高評価もいただけると今後の励みになりますので、ぜひお願いします。それではまた。